はい、それではバイオハザード RE2 における組み技リターゲットの技術のセッションを始めます。このセッションは私内山と隣の牧山で行います。このセッションのアジェンダです。前半で組み技と組み技リターゲットについてを牧山より説明いたします。後半でアセットの制作と RE エンジンのシステムについて説明を内山より行います。まずは牧山より組み技と組み技リターゲットに関する説明を行います。それではまず牧山より組み技についての説明をさせていただきます。本セッションで対応します組み技という言葉ですが、主に複数キャラクターが相互に干渉する演出を指します。次動画流れるんですけど、ちょっと音大きいかもしれないんでびっくりしないでください。こちらの動画のようにゾンビの噛みつきは組み技の最たる例です。演出の最中はキャラクターの自由が奪われ、特定の部位を攻撃する演出が再生されます。組み技はホラー演出としての効果が高く、クリーチャーのインパクトをより強くプレイヤーに与えられるため、バイオハザード RE2 で多く利用されることとなりました。バイオハザード RE2 に登場するクリーチャーは、ゾンビやリッカーと呼ばれるキャラクターなど計15種類以上おり、そのどれもが組み技を持っています。さらにクリーチャーごとに複数パターンの組み技を持っており、実際の組み技の種類数は総計50種類以上に膨れ上がります。対してその組み技を受けるプレイヤブルキャラクターですが、シリーズおなじみのレオン、クレア、エイダなどのキャラクターが使用でき、それぞれ骨格が大きく異なっています。骨格が異なっている以上、アニメーションの使い回しは難しくなります。仮に同じアニメーションデータを使い回した場合、掴む場所、噛みつく位置などは、大きくずれてしまいます。並べてみると一目瞭然だと思います。このように、手や噛みつきの位置が大きくずれてしまい、アニメーションデータを使い回すと品質の低下が露呈してしまいます。こうなってくると、相手キャラクターごとに個別のアニメーションを用意しようという話が上がりがちです。しかし、組み技のアニメーションは1パターン制作するのに5営業日程度かかってしまう状況でした。バイオハザード RE2 では攻撃演出としての組み技の他に、ナイフ、手榴弾を使って組み技から抜け出せる仕様があり、1クリーチャーにつき最低3パターンの組み技アニメーションが必要でした。プレイヤブルキャラクターを仮に3種類として必要工数を目算してみると、こちらのように合計675営業日という計算になってしまいました。さすがにこんな工数捻出できません。仮にそれを許容してプロジェクトが進んだとしましょう。きっとキャラクター数を増やしたいなんて話が出れば、アニメーターが泣いて銃口を突きつけてくることでしょう。じゃあ相手に応じて調整パラメータを反映する機構を用意しようぜという話もよく上がるんですけども、じゃあそのパラメータ調整は誰がするのとか、そんな非クリエイティブなことに時間を使用したくないというのが現場の本音です。そこで我々はアニメーターの工数を抑え、なおかつ相手ごとに調整パラメータを必要としない手段がないかと模索しました。それが後に組み技リターゲットと呼ばれることになったテクニックです。組み技リターゲットは次のような機能となりました。組み技リターゲットとは、対対角 A で作成した組み技用のアニメーションを対対角 B で再生したときに、相手の対角に応じた位置補正をプロシージャルに反映する機能です。バイオハザード RE2 に当てはめて説明しますと、対レオンで作成した男ゾンビの噛みつきアニメーションを対クレアで再生しても、手をつく位置や噛みつく位置が意図通りの場所に補正されるといった機能となります。効果を動画で比較してみましょう。組み技リターゲットを適用したアニメーションが意図通りの箇所に手をつくようになりました。では一体どのように組み技リターゲットを実現したのか、ここからは実装手順を追いながら説明させていただきます。組み技リターゲットがゲーム画面に反映されるまでに必要な工程は大きく分けると3段階あります。まずは組み技リターゲット要素の洗い出し、
次いでアニメーションの作成、最後に適用です。まずは組み技リターゲット要素の洗い出しをゾンビの噛みつきアニメーションを例に説明します。洗い出しにはツール等を使いませんので、アニメーターとプログラマーが口頭で行います。ゾンビの噛みつきは、レオンの右手をゾンビの胸に、レオンの左手をゾンビの顔になど合計5箇所の位置合わせが必要となります。洗い出しはこれらの列挙と位置合わせに使用する手法の決定を行います。本例の場合はそのほとんどが腕なので、2ボーン IK で位置合わせができますが、噛みつきだけは特殊な対応になりそうですので、ひとまずゾンビの左手にフォーカスを絞って土台となる仕組みを紹介させていただきます。噛みつきの位置合わせに関しては後ほど改めて紹介いたします。一旦洗い出しが済んだということにしまして、続いては組み技リターゲットに対応したアニメーションの作成です。こちらはマヤ上の作業となりますので、アニメーターが担当します。組み技リターゲットを適用するためには、専用のジョイントを用いてアニメーションを作成する必要があります。専用のジョイントは、組み技リターゲット1箇所につき2個ずつ必要としましたので、本例ではこれらを A、B という名前で呼ばせていただきます。また、ジョイントの階層構造は、ルートのコジョイントに A、A のコジョイントに B となるようにしておきます。この専用ジョイントの用意に関しては、後ほど内山より詳細な説明がありますので、今は省略させていただきます。続いて、組み技用のアニメーションを組み技リターゲット対応のアニメーションに加工します。ゾンビの噛みつきアニメーションの組み技リターゲット対応ですので、加工はゾンビの噛みつきアニメーションに対して行います。加工内容はジョイントのアニメーションの追加です。一つ前のページで用意した組み技リターゲット用ジョイント A にはレオンの右肩ジョイントと全く同じ動きを、B にはゾンビの左手ジョイントと同じ動きをつけます。そして A、B のアニメーションデータをゾンビの噛みつきアニメーションに含めて出力すれば、マヤでのアニメーションの加工は完了です。最後は組み技リターゲットの適用です。ここまでに用意したアニメーションデータをゲーム内、すなわちランタイム上でどう処理するのかを説明します。IK の適用はランタイム上で行いますので、担当はプログラマーとなります。ここまでに用意したアニメーションデータには次のような特徴があります。1、A とレオンの右肩のジョイントは同一姿勢である。2、B とゾンビの左手のジョイント姿勢は同一である。3、B は A のコジョイントである。この3つから、B のローカル姿勢×レオンの右肩のワールド姿勢はゾンビの左手のワールド姿勢であるという計算を求めることができます。すなわち、ジョイント B の姿勢と相手の右肩の姿勢が分かれば、ゾンビの左手の合わせ先、つまり IK ターゲット座標が算出できるということです。相手がレオンからクリアに変わったとき、右肩のジョイント位置はこの通り異なっています。このズレが IK ターゲット座標に反映されるため、ゾンビの左手の合わせ位置がこのように算出できます。あとはこの算出された IK ターゲット座標に向かって腕の IK を適用することで手の位置合わせに成功します。これを各腕に適用することで腕の組み技リターゲットは完成します。基本的な仕組みと腕の説明が終わりましたので、少し戻りまして、噛みつきの位置合わせを紹介します。ゾンビの噛みつきの位置合わせは IK ではない手段で補正を行うことにしました。腰の平行移動です。腕と同様に組み技リターゲット用ジョイントを用いて IK ターゲット座標を算出します。そして IK ターゲット座標とゾンビの顔ジョイントの座標の差分を求め、この分だけ腰のジョイントを平行移動させます。顔のジョイントは腰のジョイントの枝先にあるため、腰を動かせば顔のジョイントも同じだけ平行移動します。そうして、口の位置が意図通りの場所に到着するようになります。もちろん腰を平行移動させれば足が地形にめり込んでしまうので、足の IK も有効にしておきます。これでゾンビの噛みつきに必要な組み技リターゲット用補正処理が一式揃いました。あとは一通り適用して完成といきたいのですが、実はここまでの間、ある重要な要素を説明していませんでした。
補正処理の適用順序です。実はちゃんと適用順を制御していないと思っていた通りの見た目にはなりません。どういうことか分かるようこのページの順序で組み技リターゲットを適用すると、この通りゾンビの左手がクレアの腕にめり込んでしまいました。その原因はここにあります。最後の補正の工程に、簡単に説明すると、腰の股関層にあるジョイントが全て動いてしまった。最後の工程でゾンビの腰を動かしてしまったがため、せっかく補正が終わったゾンビの手の位置がもう一度ずれてしまったというわけです。ですので補正の適用順はしっかりと計画しなければなりません。ゾンビの噛みつきの場合はまず腰の平行移動を行い、その後各腕を12345のように適用するのが正解です。根元に近いジョイントから順に適用するのがおおむね正解にはなるんですけども、そうでない場合も時々あったりします。例えば、腕を腕で掴むようなアニメーションの場合だと、合わせ先が先に確定できる腕を優先的に補正するか、それが無理なら再帰的に愛形を適用します。この見極めは洗い出しの段階で十分に検討する必要があり、最も注意が必要な点となっています。そうして組み技リターゲットがいよいよ完成となります。ご覧の通り、クレアの手をつく位置やゾンビの噛みつく位置が本来意図していた場所に補正されるようになりました。そして問題視していた工数はこの通りとなっています。プレイヤブルキャラクターごとの対応をカットできるようになったため、この例の場合は3分の1で短縮できています。元の工数の目算が大きいだけに効果は圧倒的です。その上、相手ごとに設定する調整パラメータ等も一切ありませんので、職人が一体一体今節丁寧に調整パラメータを設定していくような非クリエイティブな時間もありません。クオリティの担保と工数の削減が同時にできたので、バイオハザード RE2 では大成功だったと言えるのではないでしょうか。それではここからは内山にバトンタッチし、アセットの制作や RE エンジンのシステムの説明をさせていただきます。はい、それでは、後半の説明に入っていきます。これからの説明ではこちらの用語を使用いたします。まずモーションアセットですが、モーションアセットは、ジョイントのアニメーション情報を持たせたアセットになります。これからの説明では、アニメーションのことをすべてモーションと呼びます。次にモーションシーケンスアセットですが、モーションシーケンスアセットはモーションに合わせて制御する、エフェクトの発生とかサウンドの発音とかのタイミング情報を後からつけることができるアセットです。次に、アニメーターが使用する DCC ツールは Maya になっておりまして、Maya のノードのアトリビュートのアニメーションのことをプロパティアニメーションと呼んでおります。また、これから出てくる画像において RE エンジンの表示とMaya の表示が混在する箇所がありますので、それぞれ画像を表示する際にアイコンを使用しております。こちらはモーションアセットになります。ジョイントのアニメーション情報を持たせた FBX ファイルで、エディター上では、圧縮率などの設定を行っております。次に、モーションシーケンスアセットです。キーを打って、後から情報を付け加えるっていうことだけ、理解していただけると幸いです。さて、本題に入る前に、モーションに関するワークフローを見てみましょう。モーションキャプチャーでは、アニメーターはモーションアクターや機材のオペレーターと作業を行います。DCC ツールの作業では、アニメーターはモーションを制作し、時にはテクニカルアーティストがアニメーターをサポートします。モーションが出来上がって、モーションをゲームに持ってくれば、それに紐づいたエフェクトやサウンドのデータを、それぞれの担当部署の担当者が付加する必要がありますし、最終的にプログラマーがゲームの中に組み込まなければ確認することができません。これだけ多くの人が関わって仕事をすることになるため、前半で牧山が説明した通り、組み技リターゲットによる効果はプロジェクト全体にメリットがあるというのがお分かりいただけるかと思います。
それでは本題に入っていきます。ここからは DCC ツール上での作業を説明いたします。具体的に組み技においてどのような作業が必要なのか洗い出します。まず最初に牧山の説明にありましたように、組み技リターゲットでは相手のジョイント情報が必要です。ゾンビであればプレイヤーのつかみかかる部分のジョイントが必要になってきます。そして次のような2つのプロパティアニメーションが必要になります。一つはどのタイミングで組み技リターゲットを有効にするかという適用率です。もう一つはつかみかかる場所が頭から肩などのように時系列で変化する場合の遷移情報です。適用率の方は FK と IK のブレンド率と考えていただければ大丈夫かと思います。遷移情報の方はより近いジョイントからの計算に置き換えることで精度の高い計算を行うことができるようになります。これらの作業をテクニカルアーティストが作成した専用のツールで作成していきます。ジョイントを選択する、ボタンを押す、カーブを調整するというような簡単な操作だけで完結するように作成されています。組み技の基本的な構造は変わるものではないので、プリセットも用意されております。まずはジョイントのコピーです。掴まれる側のプレイヤーのジョイントを選択して、掴む側のジョイントをツール上で選択します。すると、プレイヤーからゾンビ側へのジョイントがコピーされます。次に、先ほど作成されたジョイントにプロパティアニメーションを設定していきます。RE アニメーションカーブと名付けられたプロパティにリターゲットの適用率を設定します。掴みかかったタイミングで適用率が1になるようにアニメーションをつけます。後ろの方にも見えるようにパワーポイント上で線を太くしているんですが、だいたいこのような感じのデータが作成されます。結構線形に近いカーブで大丈夫かと思われるかもしれないんですけれども、掴みかかるタイミングで手が大きく動きますので、リターゲットによるプログラム的な補完をこんな感じで線形にやっても影響が見えづらいというような点をメリットとして利用しております。次にもう一つのプロパティアニメーションである組み技リターゲットの遷移情報もボタンから設定できるようになっております。ジョイントは書き込んだ順に番号が振られるようになっておりますので、ルールに従って遷移情報となる番号のアニメーションカーブだけ操作すればいいという形になっております。ここではジョイントインデックスをプロパティアニメーションとして出力すれば OK です。これでアニメーターの作業は完了です。続いて R エンジンでどのようにアセットがゲームデータに変換されていくかを説明いたします。まずおさらいです。アニメーターの作ったデータは相手のジョイントのコピーと組み技の適用率と遷移情報のプロパティアニメーションです。コピーしてジョイントを追加するとなると、勘のいい方はメッシュにも同じジョイントが必要なんじゃないかと心配されることだと思います。そこは RE エンジンのデータ設計なら大丈夫です。RE エンジンではモーションの最適化のために必要なアニメーションのみを判別して再生する独自の骨構造を作成しております。RE エンジンでマスターとなる骨構造を管理しているのはトランスフォームコンポーネントと呼ばれるコンポーネントです。そちらにメッシュから骨構造が登録されます。その骨構造とモーションアセットの中にある骨構造を比較して必要なジョイントを集めた骨構造を独自に作成しております。そのためメッシュの中にないジョイント情報でもモーションコンポーネントとして再生が必要ですよという追加のデータを与えてあげればモーションコンポーネントが再生してくれるような仕組みになっております。図では、ゾンビのアニメーション用の骨構造が表示されております。緑色が元々のゾンビのモーションです。黄色がプレイヤーからの追加のモーションになります。
このように追加データとしてプレイヤーからコピーしてきたジョイントも再生してくださいと情報を与えてあげることでモーションが再生されています。この追加の骨構造を与えることができるという機能が牧山が前半で説明していた専用ジョイントということになります。じゃあ追加データって何と気になる方もいらっしゃると思うのですが、新しい言葉が増えますと複雑になってしまいますので、簡単に説明いたしますと、任意の関節名と親関節名を与えるだけの構造になっております。このようにしてメッシュにない骨構造でもモーションの骨構造としてコピーしてきたジョイントのモーションが再生されています。つまりメッシュへの影響はありません。これにはクレアもにっこりですね。じゃあ、ジョイントは良くても適用率とか遷移先のプロパティアニメーションはどうでしょうか。こちらはシーケンスデータとして自動変換されています。なぜシーケンスにデータ変換を行っているのか説明していきます。こちらが RE エンジンでの作業フローになります。アニメーターがモーションを作成した後、それに紐づくシーケンスデータを各セクションの担当者が作成し、プログラマーが FSM やスクリプトで制御を行うという形になっております。この中でリターゲット情報はモーションの中にプロパティアニメーションとして保存されております。追加ジョイントのモーションはそのままでいいんですが、プロパティアニメーションは一次元データのため、ジョイントの位置や回転と同列で扱うにはエンジンの計算を最適化する上で都合が悪かったので、分けておきたいところでした。またタイトルの実装によってはさまざまな仕様の変更も考えられるので、タイトルで気軽にカスタマイズできる状態が理想的でした。そのためタイトル定義に合わせて、キーフレームデータを作成できるモーションシーケンスにデータを持っていくことにしました。そうすることでエンジン上のデータとしても分割でき、タイトルからも仕様変更の行いやすい柔軟なシステムになりました。せっかくモーションの中に前で作成したプロパティアニメーションがあるにもかかわらず、やっぱりシーケンスデータ手で打ってくださいとなると、アニメーターは心配することでしょう。RE エンジンにはシーケンスデータの自動作成システムが搭載されておりまして、設定に基づいてアニメーションから自動でシーケンスデータを作成することができます。組み技リターゲットでは命名規則に基づいて作成されたプロパティアニメーションをスクリプトで定義されている型に紐付けて変換するというようなルールを用いております。このようにスクリプトの型を与えてあげると、前上のプロパティアニメーションが RE エンジン上のシーケンスデータに変換されます。こちらがシーケンスデータ自動作成システムによって作成されたシーケンスデータです。拡大して見てみます。このようにしてアニメーションデータからシーケンスデータに書き換えられることで、プログラマーはプロパティアニメーションを取得してリターゲットを制御することが可能になっております。アニメーターの作業は DCC ツール上で完結し、シーケンスデータを手入力する必要はありません。これにもクリアはにっこりですね。というわけで、追加の骨構造が簡単に作成できることと、シーケンスデータが自動で作成できるシステムによって、他のセクションの作業に影響を与えることなく、アニメーターの作業の中で組み技リターゲットの調整が行えるようになりました。これでセッション後半のアセットの作成と RE エンジンのシステムの説明を終わります。それではこれまでの話をまとめます。組み技において組み技リターゲットを導入することで、対角差のあるキャラクターでも同じアニメーションデータからおおむね意図通りの姿勢を得ることができました。また RE エンジンの機能によりアニメーターの作業の独立性が向上しました。メッシュに影響を与えることなく、
ジョイントのアニメーションを追加でき、シーケンスデータもプロパティアニメーションから自動で変換されるため、DCC ツール上で作業が完結するようになりました。しかし課題も見つかっています。まずはキャラクター表現です。モーションが共通化されますので、女性キャラクターが男性っぽい動きをしてしまうなど、キャラクターらしさが残せなくなっております。また、頭を掴んだ際の握り込みなどは、関節の位置関係だけでは解決することができません。そして、ワークフローにも改善の余地があります。組み技リターゲットの時にだけ発生する専用のワークフローというのは、アニメーターの負担を心理的に増加させるものでした。結構ボタンを押すだけなんですけど、どういう順番で押すのかとか、忘れないようにしようとか、思い出さなきゃいけないというような心理的な負担が増えていました。これらの課題を解決するべく、タイトル開発者、テクニカルアーティスト、エンジン開発者が密に協力を取りつつ、さらなるプロシージャル技術の向上やワークフローの自動化に取り組んでいきます。これでバイオハザード R1 における組み技リターゲットの技術の紹介は以上となります。ご清聴ありがとうございました。